以前 JICA マガジンで学区を超える感覚で世界の皆様と友達になるっていうことはそんなに難しくないし、その感覚が今一番大事なんじゃないかみたいなことをお話ししまして、さらにその先の話をさせていただけるっていうことだったんで、まさに僕にとってね、学区を超えた友達というか、この度やっとね、オーディション番組 THEFIRST で初めて知り合ってからメジャーデビューおめでとう。ありがとうございます。嬉しいよ。いや、じゃあ一度自己紹介させてくだそうさい。だね。Hi everyone, I'm Rico. I'm a Filipino singer from a Japanese company, BMSC. よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は2歳の時からうん日本に来てるんですけど、うんうん。学校では日本語を学んで、はいはい。家ではフィリピン語で話して、ね、でメディア、特にテレビとかは、日本語が話せない両親だから、英語にしてたら、中学校の時から3カ国は話せて、話せるようになって、高校の時にこういろんな国籍の人が集まるような学校行って、友達ができて、そこでこう日本人とフィリピン人だけじゃなくて、こう日本語をあまり話せない、こうスペイン人の友達だったり、ブラジル人の友達を作りたくて、こんなに文化違うんだっていう体験は、幼稚園とか小学校からずっと感じてました。こう家ではこういうものを食べて、こういうことをするけど、こう日本人の友達は、そういうことしないんだとか、なんか帰った学校終わった後、なんかまだ勉強するんだとか、そういう小さなカルチャーショックは日本で育つ外国人としていっぱいあって、それに慣れて育ってきたので、高校の時に友達ができて、こう異文化に触れてもこう違うんだで終わる感覚で、すぐ馴染めました。僕は割とほら、そういう意味では大人になってからの方がいろんな国の友達が増える機会多かったんだけど、やっぱり根本的なところは一緒じゃない。その優しくされた方が嬉しいとかさ。ですね。人と人だから。そうそうそう。言語が通じ合わなくても、リスペクトし合うことが大事だなっていうのは変わんなかったりするもんね。でもなんだろう、ASEAN の話とか聞いてて本当に思うのが、そのなんだろう、やっぱみんないい方がいいんで、みんな良くなっていくとみんな助かるんで、例えばだけどこれって絶対さ、誰かが得したり誰かが助けられたら誰かが損するわけじゃないじゃんね。誰かが得したり誰かが持ってるものを教えたら教えてもらえるものがあったり、全部相互関係だから、それはすごいTHEFIRSTの時も思ってたなと思ってたら、玲子はもう当事者だもんね。そうです。JICAマガジンの8月号をさっき読ませてもらったんですけど、鉄道の都市開発の支援を日本が東南アジアの諸国にしてるっていうのを詳しく読ませてもらって、こう何年もトレーニング積んできた人が僕にこう積んできたものを教えてくれるっていうのと、なんか似ているなっていうか同じだなって思って、THEFIRST、玲子のメジャーデビューを持って最終審査の10人全員デビューしたわけなんだけど、全員成長したじゃんね、短い期間で。あれを考えると確かに協力し合うことでみんながいい方向に向かっていくっていうのはすごくなんだろう、ただの理想論じゃなくて現実的に目指せる目標だよなっていう感じがしますね。そんなわけでね、 ASEAN だったりいろんな国の話をしてたわけだけど、それがねまた最後日本語のまま終わるっていうのもなんなので、玲子からまた聞いてくださってる皆さんに英語ともう一カ国足しちゃいますか。はい、わかりました。はい、Hi everyone, I'm Rico.
I'm a Filipino singer here in Japan. My dream is to spread love and joy and kindness to the world with our music. Hola, me llamo Reiko. Yo soy un filipino en Japón. Yo soy un cantante y mi sueño es difundir el amor a todo el mundo. ありがとう。ごめん、いつ終わったかも分かんなくて。